なぜなら野菜屋さんやから無駄にしないために会社の皆さんに提供して食べていただくとはい、いらっしゃいませ。待てや、これを使うわな。カーボロネロポタージュする。何しようか中今日のまかないなんかいつもお野菜が入れ替わったり、会社の人たちのお昼ご飯の余ったお野菜とかでご飯を、私たちのまかないじゃなくてみんなのご飯。そうです。今朝にお野菜が何があるか結構いつもバラバラあるんで、ドンとこうアウトのお野菜とかが来ることがあるから、それを無駄にしないように朝来てから献立メニューを考えます。だしビーツとカーボかご飯をドンとなんか混ぜご飯的にするか、種類は今日結構なんか盛りだくさんいろいろあるんで何種類ぐらいになるかなどうしようって言ってもないか。何がいる？でも両方使ってもいいわ。めちゃめちゃある。2コンテナぐらいある。よいしょ。こんなぐらいかなお願いしますこれ持ってたり。はい、お願いします。こう荷物持って上がるのが一番大変なんで、通りかかった人に持って上がってもらってますで、私はこんだけちっちゃいもんで。ありがとう。おはようございます。あら、あらあらあらおはようございます。もう一回ぐらいでいけるかな。ちゃん。あ、これ。ありがとうございます。これって。はい、ありがとう。出勤してる時はお手伝いしてます。重いんで。そう、力持ちやから。下で出荷場で出荷の作業をします。ありがとう。一回取って。なぜなら野菜屋さんやから野菜屋さんなので、個人のお客さんとか配送個配とか、あと飲食店とか、あとスーパーとかね、百貨店とかなんかそういうところのお野菜をいろんな農家さんから集まってきたものをここで仕分けして、でいろんなところで売ってるというかっていう会社なんで、とにかく毎日売り物にならないお野菜とか、ちょっとアウトのやつとか、なんか余ったお野菜とかが毎日出てくるんですね。でそれを無駄にしないために会社の皆さんに提供して食べていただくということですまず下処理からどんどん始めます。ビーツですビーツです。今日まだ少ない方ですよね、水が。12時にはみんな上がってきはるんで、12時にご飯ができてないと言っちゃいけないんで、大体この時間には。ここはもともと給湯室やったみたいで、前の会社の、だから本当のキッチンではない、なんかいろいろ改造してはるから、古い建物やから、そういろいろなんか改修を重ねっていう感じで、
もともとワイン屋さんやったみたいで、うちの会社が入る前は。で、なんかここに結構ワインが並んでたみたいで。おー、ちょっと悪い。よろしくしろ。よっ。新鮮で美味しい時は、あんまり味付けとかも濃くせんと、もう焼いて塩だけとか、なんかそういう感じで、で、ちょっとアウトで日にちが経ってるなっていうお野菜はちょっと味濃いめにしたりとか、そういう工夫はいつも基本ここのお野菜美味しいから、新鮮なやつはもうそのままが一番美味しいなと思うんで。もしかして言ってるばっかり言ってるからスピード一旦きれいにして。赤いのとか紫のとかいろいろ混ざってます。綺麗なんでバッファとかで余ったやつが時々ドンとくるんですよ。カーボロネロって言って黒キャベツっていうのかな、なんかキャベツのようなケールのような、なんか煮込み料理とかに向いてる。原産はイタリアかなんかで煮込んだり炒めたりするのが美味しいらしいです。ちょっとほろ苦い。火を入れたら甘みが出る。なんか最近はすごいたくさんいろんな農家さんがあるから初めて見る農家さんもあります。焼ける。もうちょい、もうちょい。そういうところね。これいらんやつと、それ焼く、剥く。はい。ちょっと。そう、もう最初20人のまかない作りっていう募集から始まり、20人ぐらいのご飯だと楽しそうだなと思って来たら、気がつけば今もう多い時は80人とかになっちゃって、なんか最初は一人でやってたんですよ。でももう今一人じゃ無理やし、2人、最低2人で、まあ3人いる時も何日かあってって感じで、お家みたいな感じかな。今日のご飯これやでって言って、これしかないよって感じで
人でじゃあ今日は和な感じで行こうかってなったらみんなそれに合わせてちょっと和風にしたり、今日はさやしなんとなく洋風な感じよね。今日は何の撮影？今日はトリック撮影で、私はあんこ。あんこ。ちょっと私下すごいあんこがき。びっくりしたわ。今は商品掲示用の撮影を行っております。お皿がないかなと。かぶ焼く？よいしょ。冷ましてここいいですか？開けていい？ちょっとごめんなさい。ちょっとだけ動かします。新規収納者ですよね。の農家さんが多いので、珍しいお野菜とか、私もここ来て初めて見るお野菜とか食べる野菜あって楽しいです。なんか私はやっぱり基本的にすごく美味しいと思うんで、このお野菜何でも。で、もともとお野菜好きやったけど、やっぱりもっとお野菜が好きになって、ベジタリアンではないけど、やっぱりお野菜が週の食生活を家でも送ってます。今使っているのはここで販売してた小米を使ってます。今日60人なんで40今日はぴったりしたんですけど42合。野菜ばっかりやし、どんとしたおかずがなかなかないんで、結構ご飯を混ぜご飯とかそんなんが多いんで、ご飯が主食でも大丈夫なぐらいな感じで、お肉お魚は何も使いです。お野菜だけ。お腹空きます。もう向こうまで匂いますもん。なんかニンニク生姜はめっちゃ向こうまで匂って、なんか給食みたいな気分になります。だからもう11時ぐらいからグーグー言ってます。なんやろなってほんまに小学生みたいにワクワクしながら向こうでみんなで喋ったりとか。肉はね、ご飯に入れてガーリックライス的なガーリックご飯にします。順調やんな、順調やな。10時半や、まだ11時じゃないし。よいしょ。美味しいよね。好きになった。よいしょ。
ビーツはカーボロネロと焼いたやつをあえてちょっとマリネっぽいのにしようかなと思ってます。最初は言ったら代表の小野と僕とでこう大交代みたいな感じで作っていて、でさすがにだいぶ忙しくなってきたから途中からこうまかないを作ってくれる人みたいなのを来てもらおうっていうのでやってたんで、だいぶ創業当時からまかないはありますね。あ、そうだからこんなんですね。これが多分初期のまかないですね。ちょっとあんまり見られたらやばいかもしれない。ガラシャツですね。9年9月なんで創業2ヶ月後とかですね。多分じゃがいももらって卵ももらして、だからこんな社員が100ぐらいでアルバイトの方が100ぐらいな気がしますけど、野菜だけなんで一食野菜だけだから、それでちゃんと満足できるように歯ごたえであったりとか味わいの変化とかを計算してくれている気がする。知らんけどはい。ご飯を置いてて、かぼちゃのポタージュもう、かぼちゃんこれもう出来上がりやね。出来上がり、ご飯も炊けた、おかずもほぼできた。あとはカーボロネロを焼くだけ。突然変わるのはよくあるけど。一番まあいいか。おいしい。楽しみです。いつも発祥でお願いします。ここに入社してから3年ぐらいなんですけど、なんかまたこのメニューかみたいなのが一回もないんですよ。一回もない。毎回なんか違うんです。季節ごとの味とか風味とかをなんか食べながら学ぶって感じです。
開いてある。辻山くん。お昼ご飯が楽しみです。はい。なんだっけ、うっちゃん。11時半ぐらいになると今日なんだろうとか思います。これで中ですよ。ここで初めてまかないを頼むときは食べたいと思って大とか言うとすごい量が出てくる。めっちゃいいですね。美味しいです。いつもなんか家ではできないような料理が出てくるんで、もりもりですね。午後からの仕事がハードやって出荷場は寒いんで、眠ったらこうやって死ぬぞって感じです。たったの400円と言っていいかな。400円でうちだからできることですね。この有機野菜をこんなもりもりにまとめられるっていうのは福利厚生ですね。ありがたや。くらいの中でめちゃくちゃ疲れました。サイズは大寄りの中ですね。午後もあるんでしっかり食べて午後も動けるように。ありがとうございます。いただきます。マジっすか。うまそう。どこにかけますか。そうですね。よし。いただきます。控え室というか、いつも荷物を置いてるところで食べてて。いただきます。うん。今日はめちゃくちゃカラフルですね。豪華。もうご飯が見えへんくっすもん。最高です。ケンさんありがとう。いただきます。ケンさんいただきます。いただきます。これ途中追加されたんで、ひっそり追加でもらいます。来客は今、あるんですけど、
なんですかね、すごい柔らかくくたくたになるまでっていうものばっかりだとあまり噛まなくても食べられちゃうんですが、いや割とちゃんと大きめに切ってくださっているので、やっぱ噛まないと飲み込めない、それが満足度にもつながっているんじゃないかと言われます。ごちそうさまです。こんな感じやったよ。あそこがその出荷場行った時これ見た記憶あるんですよ。細長いやつですよね。多分そう。美味しい。色がすごいカラフラ。自分で買わないじゃないですか、こういうやつ。売ってないですよね、あんまりね。カタカナの野菜ってあんまり買ったことない。ほんまに。お揚げがお肉の代わりに入ってたりすることあるんですよ。だからお肉食べたいっていうよりお揚げ食べたいみたいな。なんか私が美味しいと思って食べてたら、もうなんかいっぱいみたいな。今日は60人、少ない方です。なんかポタージュとかでも、もう本当にお野菜2種類3種類とかだけで、もうお塩だけで美味しくコクも出るし、なんかたくさん使えるっていうのがここのお野菜をたっぷり家で作るより、なんか玉ねぎでもじゃがいもでもスープ作るのでもすごいたくさん使えるから、その分なんか旨味とかコクとかが出てお肉に勝る味が出ると思ってます。お野菜すごいたくさんあっていろいろ使えるし、家ではそんだけの種類のお野菜もねないし、なかなかこんだけふんだんにお野菜を使ってお料理するっていうのはここの一番やっぱり特権というか一番楽しいところでもあるので飽きないですね。だから今日は農家さんから届いたお野菜をまず仕分けていく。お野菜セットがお客様によってお届けする内容が違うんですね。なのでこのグループの人たちはこのお野菜をお届けするというのが決まっているので、それをまず仕分けていって、でその仕分けが終わったらこんな感じでレーンを流していって野菜を詰めていくという作業になります。大体20グループ以上あるので、提携している農家さんの約8割が新規就農者で新しく農業を始められた方なので、生産量が少量不安定になりがちなんですね。なんでそういったお野菜を私たちは取り扱っておりまして、すごくね農家さん勉強熱心な方が多いんですよ。なんでちょっと見慣れない伝統野菜とか西洋野菜とかを作られてる方もいらっしゃって、おかげさまで坂の途中に届くお野菜はすごくバリエーションが豊かですね。はい。飲み物ください。天気で朝はむっちゃ寒くて、おじさんが向こうから登ってくるんですけれども、そうしたらパッと急に溶け出して、一般的にバイヤーを担当しておりまして、山本さんだったりとかお取引のある農家さんとのやり取りをメインで担当しております。こことこの2枚が奥の方までうちが栽培してる畑ですけども、こっちがもうだいぶ半分くらいはもう取ってるんですけども、小株であっちがね赤サラダカラシナと、はい、あとはちょっとだけ残ってるヒノナと、あとは向こうまだ
全然収穫していない赤カブなんですけども、1丁2単くらいあるんですけども、カブがこんなん。うわ、綺麗。これがだいたい9月の、下旬頃に巻いたやつがもうこんなになってきて、はい、途中で肥料をやったりとか除草したりとか、ね、そういう風なやってようやく今の時期になってのができてるっていうか、葉っぱもね綺麗にできて、全然農薬とかも、ね、使わずにいいのができてますね。はい、うちは割合抑えてる方ですけども、それでも年間で30から40品目くらい作ってますんで、特にね冬場は種類がむちゃむちゃ増えてますね、やっぱり。よいしょ。じゃあドンと。はい。うわ赤カブです。めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です綺ね。麗、紅白でめでたいですね。やっぱり山本さんは坂本地の中でもかなりお野菜をきれいに作ってくださるで有名なので、いつもお世話になってます。本当に。いえいえ、うちの方こそ。お客さんからもかなり好評で。いやまあでもね、その野菜も作るだけ作ってね、それで終わりゃいいんですけども、それをちゃんと売っていかんとこっちも生活できひんので、はい、そういう点でもともとサラリーマンやってて、家も全然農家じゃなくてサラリーマン家庭でして、それで10年間くらいサラリーマンやって、そこから新規就農したわけで、そうなるとまずはハードル、2つの要素をですね、栽培する方と売る方という、やっぱりその両輪がうまいことバランス取ってないとまっすぐ進んでいかへんのであって、まずはその栽培技術を勉強するっていうのは当たり前のことなんですけども、それができたやつをどう売っていくかっていうのね、そこの問題が結構新規就農者にとってはね、結構難しいところだと思うんですけども、やっぱり最初は売り先がねあんまりないところをわざわざこの家まで取りに来てくださってそれで販売してくださるっていうことです。それがその週ね、今やったら週うちやったら5回も来てくださるんで、すごい定期的に家まで取りに来てくださるんで、こっちとしては野菜の栽培の方にね専念できるんで、すごくそういう点ではありがたいなっていうふうに思ってますね。ほんまに感謝しておりますので失敗だらけですよ。経営破綻せん程度に失敗はしてもいいかなっていう風なスタンスでやってきてますんで、割合そういう点では自由に農業をやらしてるんですけども、なんとか運がよくできてるっていう感じですけどね。ありがとうございます。はい。すいません。最初家買った時うっそうとした山やったんですけど、それを木切ってもらって、んで植樹してるんですよ今。でどうぞ。うちの作業場で、運んできたやつを水洗いするやつだったら箱で水洗いしてもらって。いろいろと妄想だけはいろいろしてるんで、はい。その畑の状態とかいろいろあると思うんですけど、肌がつるんと綺麗にできる時はいいですし、こうブツブツって残念な時もあったりもしますけど、はい。跳ねたやつでうちで食べたり、あとはスタッフが持って帰ったりとか、そんな感じで、はい。どうしてもこういうふうに、さっきの株なんかでもね、こういうふうに穴が開いたりとかね、虫に食われて、それはどうしても出るもんなんで、それはねもうしょうがないですね。一番最終目標は世の中を桃源郷にしたいなというふうな壮大な目標がありますけど、とりあえずローン返済ですね。でいきます頂上まで。もともとそのうっそうとしてた山で、ちょっと上の方は杉林で全然管理されてへんかったんですけども、ちょっと山ごと家買ったんで、そのままやったらもったいないんで、ちょっとここでいろいろ遊んでみたいなって思って、こういう階段もつけて
登れるようにしたんです。前坂の途中の人たちもここに来たことありますけど、ね、よいしょ、見晴らしがね、はい、ちゃんと自分の好きなことをやりつつ、しっかりと経営を成り立たせていくっていうのがやっぱり一番大事なことやと思うんで、やっぱりそれを両立したいですね。やりたいこととちゃんと食っていけることをね、それがやっぱり一番大事だと思います。巡り巡って、でも本当にまかないに出るのってごく一部なんで、本当にお客様に届いてるのはもっともっと多くの、かついろんな地域のいろんな在来種だったりとか、その土地にしかないものだったりするので、もっともっと届けていきたいなと思います。こんばんは、食えもんチャンネルの迫田です。YouTube を通して、成し遂げたいことをお話しします。これまでたくさんの職人さん、料理人さんと出会ってきました。そういった中で職人さんの技、姿勢、そして心、これらは本当に世界に誇れる本物だと実感してきました。ただその一方で職人さんが年々減ってきている。この現実を知った時にどうしても職人さんを次の世代へつなぎたい、そう思いました。だからこそ私たちは動画や商品を通して一人でも多くの人に職人の魅力を知ってもらいたい。ただこの思いを実現させるためにも課題があります。私たちは小さいチームです。撮影時間にも限りがあります。もう数時間あればもっといい動画が作れたのに、そう悔しく思うこともたくさんあります。もっと深く丁寧に職人の魅力を届けたい。また知られていない地方のお店の撮影だったり海外の撮影も挑戦したい気持ちもあります。そこで YouTube メンバーシップを開設しました。いろんな特典も、ご用意しております。私たちの思いに共感、そして応援してくれる方は、メンバーになってくれると、嬉しいです。あなたの思いが職人の未来につながります。ぜひ応援お願いします。お願いします。野菜生地の鍋です。よろしくお願いします。食営もよろしくお願いします。てへいてへい。